こんにちは、青根12号です。今回から長谷川の200分の 1ANA のボーイング 737-800 を作っていくことにします。このキットの金型は2008年に作られたもので、長谷川の旅客機のキットの中ではまだまだ新しい方です。モールドは比較的しっかりしていて、200分の1としては十分なディテールを持っています。胴体の窓はすべてデカールで再現することになっているため、ボディには窓の穴はありません。主翼は胴体の下で左右の主翼を接続するパーツがあり、上半角が確実に決まるような設計になっています。長年長谷川が改良を積み重ねてきた旅客機キットのフォーマットがほぼ集大成となった時期のキットでもあります。デカールはトリトンブルーの部分が塗装でも再現できるように、窓のデカールは独立していて、尾翼に貼る白い ANA のロゴも別個に用意されています。というわけで早速作っていきます。まずは胴体の裏側に黒を塗っていきます。成型色が白の上に最終的に仕上げる色も白がメインになるので、そのままだと完成後に胴体を光が透けてしまいます。これを防ぐために黒を塗っておきます。遮光ができればどんな色でもいいのですが、今回はガイアノーツの EX フラットブラックを使っています。完成後に見える部分ではないので、塗装表面のことを気にする必要はありません。エアブラシでなくても、缶スプレーで塗っても、筆塗りで塗ってもいいかもしれません。ただこういった場所だからこそ、エアブラシ塗装の練習にはちょうどいいとも言えます。希釈率を濃くしたり薄くしたりして、実際にどのように結果が変化するのかを自分の目で確かめるというのは、スキルアップの大きな糧となります。耳で得た知識よりも、実際に手を動かした体験の方が、情報があふれる今の時代だからこそ価値が高いと言えます。塗装が乾いたらランナーからパーツを切り離していきます。切り離しは2度切りで切っています。パーツから少し離れたところでゲートを切り、ランナーからパーツを切り離した後にパーツに残ったゲートを再度切っていきます。切り離し作業が終わったらパーツの状態をよく確認します。するとどうやら少しパーツが歪んでいるところがあるようです。プラスチックの成型品というのはどうしても製造の過程で多少変形してしまうことがあります。これをこのまま接着してしまうと、後で合わせ目消しをするときにヤスリがけが大変になってしまうので、パーツを逆方向に力を加えて形状をなるべく元の形になるように曲げ直しておきます。といっても正確に元の形に戻すのはほとんど不可能ですが、何もしないよりはだいぶマシになるはずです。形が整ったところで接着する断面のところをペーパー分けしていきます。パーツの接着断面のところは必ずしも綺麗な平面になっているとは限らないので、ヤスリがけして平面にしておきます。接着断面が平面でないとパーツ同士が接する面積が十分に確保できなくなったりして、接着剤で接着した時に接着力が弱まってしまいます。パーツ同士を確実にしっかりと接着するというのはプラモデルを作る上での基本中の基本ではあるのですが、特に旅客機のような航空機のキットの場合は主翼にちょっと力が加わっただけで胴体の合わせ目に思いもよらないテンションがかかったりすることがあります。そういった状況で接着力が不十分だと、最悪の場合接着したところが剥がれて胴体が割れてしまうこともあります。そしてそれは実はよく起こることでもあります。胴体のパーツはもう少しヤスリがけしていきます。接着断面の他にその付近のボディ表面も少し削っていきます。この場所はパーツを接着した後に合わせ目を消すためにパテを持ったりヤスリがけして削ったりする場所ですが、あらかじめ少し削っておくことでパテを定着させやすくしたり、ボディパーツの削る量を少なくすることができます。胴体を組み立てていきます。キットに付属している重り用のネジを所定のパーツにねじ込みます。手で回すには硬いのでドライバーを使って回していきますが、最後までいったらそれ以上強くは回さないようにします。それ以上回すとパーツの穴の方を舐めてしまっているになり、接着剤を使わないと固定できなくなります。プラスチックに金属を接着するのはなかなか大変なので、回しすぎには注意します。胴体のパーツの接着には流し込みタイプの接着剤を使います。パーツ同士を仮に合わせながら部分ごとに接着剤を流し込んでいきます。
流し込んではその部分を押さえるという作業を繰り返していき、部分ごとに確実に接着してから次のエリアに移っていきます。接着する順番は合わせ目消しの作業が難しそうなところから始めます。今回は胴体上部中央付近の複数のアンテナなどが集中しているところから始めています。なるべくぴったりと合わせて、その部分の合わせ目消しの作業が少なくなるようにするためです。胴体の接着作業が終わって、だいたい接着したところが固まったら合わせ目消しの作業をしていきます。パテとしてタミヤのイージーサンディングを使います。一度紙の上に開けたイージーサンディングを竹串ですくって合わせ目のところに塗っていきます。必要最小限の量を塗るようにします。余分な量が多いと削る作業が余計に増えて、胴体のパーツもその分余計に削る確率が高くなります。旅客機のプラモデルを作る場合、仕上がり具合に比較的影響するのが胴体の合わせ目だと思います。単に合わせ目を消すということだけでなく、その近辺の表面がいびつになっていないかどうかも重要です。合わせ目を消すために力任せにヤスリがけすると、その場所だけが削れすぎてしまって、本来曲面であるべきところが平面に見えるようになってしまったりします。そうならないようにするために、ヤスリがけの仕方以前にヤスリがけをする量が少なくなるようにやり方を考えていく必要があります。固まったイージーサンディングはいきなりヤスリがけをするのではなく、デザインナイフで削れるところは削っておきます。これもやはりヤスリがけ作業を少なくするための一つの方法です。イージーサンディングは瞬間接着剤のパテとしては比較的柔らかい方ですが、それでもヤスリがけをすれば周囲のプラスチックの部分は少しずつとはいえ削れていきます。ヤスリがけにはタミヤのフィニッシングペーパーを使っています。ペーパーの番手は400番から始めて600番、1000番と切り替えていきます。なるべく削らないようにすると言いながら、よく削れる400番からスタートしているのは、あえて強めのペーパーを使って一気に決着をつけるためです。緩い番手で長い時間ヤスリがけすると、なかなか形状に決着がつかず、その間に周囲がだんだん削られてしまうことになります。そして最後に1500番のスポンジヤスリを使って表面を整えておきます。胴体の合わせ目消しの作業が終わったら、フィニッシャーズのファンデーショングレーを塗っていきます。この後に塗っていく白の下地としてグレーを塗っています。ここでサーフェイサーを使うと表面のモールドが多少埋まることになります。ここではできるだけ塗膜が薄く仕上がりながらも隠蔽力が強いものを使いたかったので、ファンデーショングレーを使っています。塗る時の希釈もやや薄めにして最小限の量を塗るようにしています。サーフェイサーよりもモールドが生まれにくいとはいえ、ファンデーショングレーでも影響がゼロではないからです。また今回の塗装は合わせ目処理をしたところの表面の状態を確認するためでもあるので、その状態次第では再び合わせ目処理の作業に戻ることもあります。というよりも戻ることがほとんどです。塗装前にどんなに注意深く確認しても一度で OK となることはなかなか難しいものです。いずれにしても主翼の取り付けがまだなので、その時点で合わせ目処理が再び発生することにはなります。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。